皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回の物語は、島崎藤村の3人の訪問者です。藤村は、冬の日が短いパリや雪が多い長野県で冬を過ごした経験から、冬への先入観を持っていました。ですが、今回来た冬は、その先入観を変えるものでした。さて、どんな冬だったのでしょうか。そして、あと2人の訪問者とは、一体誰だったのでしょうか。どうぞ最後までお聞きください。3人の訪問者。島崎藤村。冬が訪ねてきた。私が待ち受けていたのは、正直に言うと、もっと艶がなく、単調で、眠そうで、貧しそうに震えた、醜くしわがれた老婆だった。私は自分のそばに来た者の顔をじっくりと眺めて、自分の先入観となったものの考え方や、自分が予想していたものとはまるで反対であるのに驚かされた。私は尋ねてみた。お前が冬か？冬が答えた。そういうお前は私を誰だと思うのだ。お前は私をそんなに見損なっていたのか？冬は私にいろいろな樹木を指してみせた。あの銅弾をごらんと言われてそれを見ると、色が変わった古い葉はもうとっくに落ちていたが、茶色を帯びた細く若い枝の一つ一つには、すでに新しい芽が見られた。そのみずみずしい光沢のある若い枝にも、勢い込んで出てきたような新芽にも、冬の炎が流れてきていた。銅弾ばかりではない。梅の彦映えは濃い緑色に伸びて、もう30センチになるものもある。小さくなってしゃがんでいるのはツツジだが、でもガタガタ震えるような様子は少しも見えない。あの椿の木をごらん、と冬が私に言っ
日を受けて光る冬の緑の葉には、言葉にできない輝きがあって、密集した葉と葉の間からは、大きなつぼみが顔を出していた。何かの深い微笑みのように咲く、あの椿の花の中には、霜が来る前に、早くも花を終えて落ちたものさえあった。冬は私に八つ手の木を指してみせた。そこにはまた白に近い淡い緑の色彩の新しさがあって、その力のある花の形は周囲の単調さを破っていた。3年間、私は外国のホテルで暗い冬を送ってきた。冷たい雨が降って障子が暗く見える日には、よくあのパリの冬を思い出す。そこでは一年のうちで最も日が短いという冬至前後になると、朝9時ごろにようやく夜が明けて、午後3時半にはもう日が暮れてしまった。あのボードレールの詩の中にあるような、炎の色に燃えて、しかも凍り果てるという太陽は、必ずしも北極の果てを想像するほどではないが、パリの街を歩いているとよく見られるものだった。葉を落としたマロニエの並木の間に、冬が来ても青々として枯れずにいる草地があるという眺めだけは、特別な冬景色ではあった。けれども、あの灰色の深い静寂なシャバンヌの冬の色調こそが、あの場所の自然にはふさわしいものであった。久しぶりに東京の郊外に冬ごもりした。冬の日の光が屋内まで輝き満ちるようなことは、3年の旅の間なかったことだ。この季節に青く開けた空を見ることができるのも珍しい。私のそばへ来て囁いていたのは、確かに武蔵野の冬だった。冬はそれから毎年のように訪ねてきたが、麻布の方で冬ごもりするようになってからは、一層この訪問者を見直すようになった。冬で思い出す。かつて信濃であった冬は、私にとって一番親しみが深い。毎年5ヶ月の長い間、私は冬と一緒に暮らした。けれども、あの信濃の山の上では、一切のものは皆潜み、隠れてしまって、ついに私は冬の笑顔というものを見たことがなかった。11月の上旬といえば、山々へは早くも初雪が来た。
そして暗く寂しい雪の空に、日が差すのも稀な頃になると、浅間山の噴煙も隠れて見えなかった。千曲川の流れですら氷に閉ざされた。私の周囲には降り積もる深い溶けない一面の雪があるばかりだった。その雪は私の古い住居の庭をもうずめた。どうかすると北側の縁側の高さよりも庭の雪の方が高かった。軒に垂れる剣のようなつららの長さは60センチにも90センチにもなった。長い寒い夜などは凍ってきしむ部屋の柱の音を聞きながら、ただもう穴に隠れる虫のように小さくなっていた。この冬が私には先入観になってしまった。私はあの信濃の山の上で7度も冬を迎えた。私の目に映る冬はただ灰色のものだった。パリの方であった冬はそれほど雪深いものではなかったが、でも灰色の色調においては信濃の山の上に劣らなかった。私は遠い旅から帰って、久しぶりに自分のところへ訪ねてきてくれた者の顔を見たとき、それが冬だとはどうしても信じられないくらいに思った。遠い旅から帰って3度目の冬を迎えた年ほど、常盤木の若葉をしみじみとよく見たことはなかった。今まで私は紅葉して落ちる葉の方に気を取られて、冬の初めに見られる常盤木の新しい葉には、それほど注意を払わなかった。あの初冬の若葉は、一年を通して樹木の世界を見る最も美しいものの一つだ。冬はその年も牧の葉や赤い実をつけた万両などを私に指して見せた。万両の実には白もある。ああいう濃い玉のような光沢は陶器でなければ見られない。あの柏の木をごらんと言って、冬がまた私に指してくれたのを見ると、黒ずんでしっかりとした幹や、細くても強健な姿を失わないあの枝は、まるでゴシック風の建築物に見られる感じだ。おまけに冬の日を受けた柏の若葉には、言葉にできない深い輝きがあった。冬は私に言った。お前はこれまでそんなに私を見損なっていたのか？今年はお前の小さな娘のところへ土産まで持ってきた。あの子の赤いほっぺたも
この私の贈り物だ、と。貧が尋ねてきた。子供の頃からの馴染みのような顔をしたこの訪問者が、また慣れ慣れしく私のそばへ来た。正直に言うと、この足しげく訪ねてくる客の顔を見るたびに、私は冬以上の醜さを感じていた。お前とは古い馴染みだ、とでも言いたそうなこの客に向き合っただけでも、私の頭は下がってしまった。私にはこの客を長く眺めることはとてもできなかった。その私が自分のそばへ来た者の顔をよく見ているうちに、今まで思いもよらなかったような優しい微笑をすら見つけた。私は以前に冬に行ったのと同じ調子で、この客に尋ねてみずにはいられなかった。お前が貧か？そういうお前は私を誰だと思う？そんなに長くお前は私を知らずにいたのか？と貧が答えた。珍しいことだ。今まで私はお前の笑顔というものを見たことがない。お前にそんな笑顔があるとは思ってみたことすらない。私はお前が笑わないものだとばかり思っていた。稀にお前に笑われると、私は身が縮むような嫌な気がしたものだ。ただ私はお前に慣れたのかもしれない。お前がそばにいてくれると一番安心する。こう私が言うと、貧は笑って、私に慣れてはいけない。もっと私を尊敬してほしい。よく私に清いという言葉をつけて、清貧と私を呼んでくれる人もいるが、本当の私はそんな冷ややかなものではない。私は自分が歩いた足跡に花を咲かせることもできる。私は自分の住居を宮殿に変えることもできる。私は一種の魔術師だ。こう見えても私は世のいわゆる富などが考えるよりはもっと遠い夢を見ている。老が尋ねてきた。これこそ私が貧以上に醜く考えていたものだ。不思議にも老までが私に微笑んでみせた。私はまた貧に尋ねてみたのと同じ調子で、お前が老かと言わずにはいられなかった。
私のそばへ来た者の顔をよく見ると、今まで私が胸に描いていたものは、真実の牢ではなくて、萎縮だったことが分かってきた。自分のそばへ来たものは、もっと光ったものだ。もっとありがたみのあるものだ。しかし、この訪問者が私のところへ来るようになってから、まだ日が浅い。私はもっとよく話してみなければ、本当にこの客のことはわからない。ただ、私には、牢の微笑ということが分かってきただけだ。どうにかして私はこの客をよく知りたい。そして自分も本当に年を取りたいものだと思っている。また誰か訪ねてきたような気がする。それが私の家の入り口に佇んでいるような気がする。私はそれが死であることを感知する。おそらく私がこれらの三人の訪問者から自分の先入観となったものの考え方が間違っていたことを教えられたように、死もまた思いもよらないことを私に教えるかもしれない。いかがでしたか？冬も、貧も、老も、そして死も、暗いイメージを持っています。でも、よく見て、よく知ってみたら、別の一面も見えてくる。物事は見る角度によって、また見る部分によっても受け取り方が変わってきます。そのことを忘れずに過ごしたいものですね。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタンを押して応援してくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。